こんばんは。迷子の高松智里役陽宮ひなです。こんばんは。迷子の長崎そよ役小日向美香です。この番組はガールズバンド迷子がお届けする YouTube ラジオ番組迷子の迷子センターです。ランダムでメンバーがパーソナリティをしていきます。はい、ということで今日は4月8日ですか。もう年明けてそんな経つの？そうだよ、もう4月になってしまいましたよ。早いよねえ。いやでももう今入学式シーズンぐらいってこと？そっかそっか、じゃあってことは桜見？じゃあ桜見って何？お花見ね。お花見シーズン。あながち間違ってはないが、確かに桜は見るけども、そうそっか。お花見はもうちょい過ぎたぐらいなのかな。そうなんだ。それこそもうさ、桜がさ咲いてからさ、急に雨が降り出しちゃったからさ、そうだから花びらがね散ってしまっている可能性もあるしね。なるほど。場所によってはこれからっていうところもあるみたいですね。そうだね、東北とかだとねまだ見れるみたいだね。だけどもうね、そういう新生活のシーズンですよ。新生活のシーズンですか。そして私たちはこれからライブがあるわけですね。そうですね、もう間近に迫っている今週末4月11日は台北でね、バンドリスペシャルライブ in 台北の Day1 に、迷子アベムジカモーメントメモリーに迷子として出演します。野外のステージみたいでして、本当にまだ私たちもどんな風になるのかわからないんですけど、ぜひ皆さんでライブ作りができたらいいなと思います。そうだね。迷子もアベムジカもね精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。お願いします。それでは迷子の迷子センター、今週も始まります。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター、まずはこのコーナーからお届けします。ふつおたのコーナー。このコーナーではあなたの日常にあったいろいろな出来事をお便りでもらって紹介していきます。概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこからお便りを入力してください。迷子に伝えたいエピソード、メッセージ、質問など何でもお待ちしてます。それでは1通目のお便りです。お呼び出しネーム豆腐さんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さん、こん迷子。こん迷子。先日妹が小学校を卒業しました。かわいい。かわいい、おめでとうか。いやでも想像するとね、かわいいになるよね。かわいいが先に来ちゃったね。僕は妹と9歳も年が離れているので、4月から中学生かと思うとなんだか感慨深い気持ちになりました。まだ入る部活は決まっていないようなのですが、迷子の皆さんはやってみたい部活やおすすめの部活はありますか？ぜひ教えていただきたいです。ちなみに僕は陸上部だったのですが、今なら吹奏楽部もやってみたいなと思っていますといただきました。ありがとうございます。全然違うね。なんか今思い返すとさ、中学校ってさ、最初にこう部活動をさ、いろんなとこなんか体験入部みたいなさ、あったよね。あったでさ、結構さ中学でやってた部活をさ高校まで続ける人とかいるからさ、中学の部活選択って意外と重要なのかもしれないね。なんか今すごいそれを思った。小学校ってクラブとかだよね。なんかね、何々クラブみたいな。うちは室内スポーツクラブだった。何それちょっと待って、それを深掘りしたくなるけど何室内スポーツクラブって。そう、室内スポーツクラブとなんか外のスポーツクラブもあったんだけど、室内でできる体育館でできるスポーツクラブに入ってたんだけど、確かね2人か3人ぐらいしかいなかったからね。意外とねバレーボールもね2人でずっとパスの試合みたいなそんぐらいしかできなかったね。なんか基本バドミントンとかやったんだけど、そうそんなこともあったなって今一瞬にして思い出した。すごいね。でも確かになんかいろいろあるよね、クラブだとね。いろいろある。ようちゃんってさ、部活って何やってた？このおすすめの部活とかだけどさ。中学で剣道部と高校で茶道部ですけど。和だね。そう、和なのよ。で、そうだな、なんかいろんなお稽古事があって、
寒稽古って言われる、もうすっごい寒い中で朝一道場に行って、みんなでやるみたいなのがあるんだけど、中学校でも？そう、中学校でもそうなんだ。あって、あとはなんか跳躍だったかな、結構激しめの素振りをするやつがあったりとか、結構忍耐力が求められる部活だから、忍耐を鍛えたいなら、剣道部はすごくおすすめだなと思うし、あと茶道部は、高校生でなんかちょっと家帰ってこういうのがしたいとかっていうのであれば、茶道部結構週 2,3 ぐらいだったから、何かと掛け持ちするんだったらおすすめだなと。確かにね、確かに毎日やったりするイメージないもんね、茶道部はね。そう、どう？おすすめか。いやでもうちはもう割と吹奏楽部の人間だったから。私さ、吹奏楽部さ、やってみたくって。ほんと？やっぱ難しいんですか？いや、そんなに難しくはないと思う。本当？そう、なんかうちはもう中学入る前に、その千葉県内での高校の吹奏楽の強豪校の定期演奏会を見に行ったのよ。でそこでもう胸を打たれて、そこから私は音楽の道やるってなって、でその時にもう低音楽器が好きだったから、中学校の吹奏楽入ってバスクラリネットをやり始めたんだけど、なんだろうな、中学生の時代とかってさ、いろんなこと覚えられるしさ、確かにそれこそその楽器に集中できるじゃない。そう、今ってさお仕事いろんなのがあって集中できないとかあるけど、でもだからこそその音楽の基礎を学生時代に固めておけたのは今につながってよかったなって思ってる。確かに、集中してできる時間があるもんね。高校生の間、中学生もそうだしね。そう、ちゃんとその部活動の時間として取られてるから。確かに。その時に基礎練習もやるし、呼吸の練習とか、なんかペットボトルベコベコみたいなのみんなでやったりするし、そうだから吹奏楽部は全然難しいとかはないと思う。いいね、これ聞いたらますますやりたくなってくるね。だと思う。吹奏楽やるとしたら何の楽器やりたいとかある？フルート。フルート、フルート、そうやってみたいの。でも、一番はねピアノなの。ピアノね。でも吹奏楽部って確かピアノそんなないよね。ピアノはいないね。そうだよね。だってさ、プロフィール欄のさ特技にさ、フルートって書いてあったらちょっとかっこよくない？かっこいいね。いや、フルート吹ける人はすごいよ。やっぱ難しい楽器だから。やっぱそうなんだ。そう、なんかね、こうみんなでいろんな楽器をこう吹き合ったりとかもするんよ。やっぱ休み時間仲良かったりするとね。でその時にフルートをやってた子に借りたけど、うちフルートだけが唯一音出なかった。そうなんだ。だから結構難しい楽器だから。って思ったな。いやでも本当部活動ってやっぱ青春だなって思うから、何の部活でも楽しいんじゃないかなと思うね。楽しいと思う。ね、この話にちょっと花を咲かせたいんだけどさ、なんだいやりたい部活で言うとさ、あれも気になってて、弓道部。弓道部ね。私が見る作品ことごとく弓道部が出てくるんですよ。いやー、なんか好きそうだもん、そういう作品がさ、弓道とかの作品が好きかも。なんか袴ね、やっぱ剣道部でもそうだったけど、ああいうなかなか着れないし、あと立ち姿もすごい綺麗だし。綺麗だね。なんかやりたいなと思っちゃって。いやわかる。うちも弓道はずっとやってみたかったなと思ったし、本当。それこそやっぱさ、その袴姿の女性が長髪でポニーテールにして弓道を打ってるのめっちゃかっこよくないっていう。かっこいい。そうなのよ。いやー、憧れるよね。憧れる。なかなかできない体験だと思うからね。確かに。ね、なんか今話してて思ったけど、多分どの部活入っても、もうその時にしか味わえないことがね、きっと味わえそうな気がするね。ぜひぜひ体験入部とか行って、自分の一番やりたいやつ決めてください。はい、お願いします。じゃあ次のお便りいきます。お呼び出しネームネイパパさんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さん、こんまいご。こんまいご。先日自分自身数十年ぶりに使った方言があります。ガブ食ったです。株じゃなくて？株じゃない。ガブなの？ガブらしいよ。でこれは靴の中に水などが入り、足がびしょびしょに濡れてしまう状態を表します。
子供の頃はよく水たまりなんかで遊んでてガブ食ったって言ってましたけど、この前久々に使ってしまいちょっと恥ずかしかったです。笑。千葉の房総の出身なので、もしかしたら小日向さんもご存知で、迷子の皆さんの出身地でも地元民しかわからない方言とかあったら教えてくださいといただきました。ありがとうございます。ってことはこれ千葉の方言ってことなのってことになるよね。初耳。初耳。これかわいいね。かわいいよね。それに名称あるんだって今知った。名称なんかさ、よくあるじゃん、雨降った日にもう靴下までぐしょぐしょになっちゃうあの現象。あれガブ食ったって言うんだって確かにね、なんかシンプルにさ、足びしょびしょなんだがみたいな。そうね靴下まで濡れちゃったみたいな。そうぐらいならあるけど、それをねこうガブ食ったって可愛いよね。これさアレンジできるのかな。なんかガブもうやばいよ満腹とか一つ言わせてもらっていいと思う。ガブっていうキャラクターとかではないと思う。なんかガブが靴下で食ったが濡れたってことなのかなと思って。そういうこと。だからガブ満腹だから靴下ぐしょぐしょ。あまりにも可愛いんだけど使い方がそれは本当ガブちゃんだと思ったね今ね。そうガブが靴下なのかと思って。ガブ満腹は可愛すぎるでしょいやでも本当初めて聞いたけど、なんかその方言とかで言うとさ、ようちゃんの方が方言とかはありそうじゃない？確かに。なんかあったりする？これこう地元民しかわからなそうな方言とかさ。そういうものこそね、気づかないケースがやっぱ多くて。そうだよね。だって普通にさその言葉として使ってきてるわけだからさ。そう、あとどんつき。どんつきわからない。どんつきとか。どんつきどつくみたいな。違う。どんつきなんかそのまっすぐ行って、そこ右に曲がってくださいみたいな。どんつき右みたいな。知らない。初めて。私もなぜこれがどんつきなのかわからないんだけど。突き当たりでやんってなんない？突き当たりでそう。そうだよね。どんつきっていうの。どんつき右っていうの？どんつき。どんつき右わかんないけど、なんかどんつきって言うみたいで。そう。一番よく使うのは、でも直すとかはよく使うよね。直すってそれさ修理とかの意味じゃなく？もうこれ元の場所に戻しといてくださいみたいなのはやっぱ直すって言っちゃう。確かにその元の場所に戻す、それをその元の位置へこう元に戻すで直すっていうのは確かにね理解はできるけど。そうなのよ。直すって丁寧語だと思っちゃう。これ戻しといてやったら、なんかタメ口で聞ける仲なんだけど、これ直しといてもらってもいいですかだと、なんか戻すより直すの方がなんか丁寧に言ってる感じがしちゃって言うんだけど、でもこの関東の方だと、直すがやっぱ修理の方でも捉えられちゃうから、すごい難しくって。その直すをさ使ってさ伝わらなかったみたいなことがやっぱあったってこと？ある。本当これなんか最近ずっと喋ってる内容なんだけど。そうなの。カラオケ屋さんに行って、お会計のところに行った時に、間違えてマイク持ってきちゃって、その店員さんがそこで通りかかって「すいませんこれ持ってきちゃって」って「直しといていただいていいですか?」みたいな。これ多分ね関東だとこれ持ってきちゃったんで、このマイク修理しといてくださいになっちゃうから。確かにね。そう店員さんもこれをなんか故障ですかみたいな一回聞いてくださって「そうではなく間違えて持ってきました」って言って、でお部屋の方にですかねみたいな。でそれで伝わったっていう感じ。そうなんとか。確かになんかマイクとかって割とさこう壊れやすい機材だったりするとさ、それを直すって言われるとさ、そうなのよ。より故障の方に取られやすいからね。そうだしさ、部屋から持ってきてお会計まで持ってきてるわけだからさ。お会計で言ったの？そうお会計。待ってなんか可愛いんだけどさ、マヌケじゃない子マイク持ってさテコテコってお会計まで来てさ、そうなの。ってなる。でもさ言い訳させてほしいけどさ、全体レッスンとかの時さ、私ずっとマイク持ってるわけじゃないですか。そうね。そうで東大イベントの時とかもさマイクをずっと持って出はけするわけじゃないですか。もうマイクは友達なわけですよ。なんかなるほどね。自分
のものだって思っちゃって。わかるよわかるよ、もう仕事柄染みついたものがそうそうもう染みついた日常生活で出てしまったんだ。トラブルが起きてもマイクは離すな。素晴らしいよ。もうそれはねボーカルとしての魂が育っている。魂が育ってる、ありがとう。素晴らしい。なんか消化できた気がする。いやいいね。これを迷子のね話で消化できたのは素晴らしいことだと思います。よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこのコーナーでは皆さんからのふつおたを募集しています。皆さんの何気ない日常のこと私たちに聞かせてください。たくさんのメッセージお待ちしてます。ではこのあたりで曲を聴いていただきたいと思います。今週の選曲はようちゃんお願いします。はい、まずは、楽曲リクエストのお便り読ませていただきます。お呼び出しネームあいたけうつくさんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さんこんまいご。こんまいご。私は最近健康のためにちょっとした運動を行っています。これまでデブ症で怠け者な人生を送ってきた分、健康になるためには辛くても運動を頑張らないと頑張りすぎた結果膝を痛めてしまいました。運動をしているとやらないとという強迫観念に駆られて、つい負担が大きくなってしまうようです。しかしそんな私が最近運動中に聞くのがしおりです。ミストやシルエットダンスで軽快に運動するのも良いのですが、しおりに無理をしなくてもいいんだよと優しく声をかけてもらえると一定のペースを保った運動ができました。明日も健康になるために迷子のしおりをリクエストさせていただきますといただきました。ありがとうございます。それでは聞いてください。迷子でしおりです。普通とか当たり前ってなんだろう。今手にある物差しでは全然うまく測れなくって、相手はまた吸い込んだ不安に僕はなすがまま立ち尽くして、不器用で空回って傷つくことから逃げている現実とノートで行ったり来たり慰めて、ああなんて生きづらい世界なんだろう。だけど全部僕だから、うじうじしくしく僕だから、全部抱きしめて少し眠ろう。痛いの飛んでゆけ、悲しみに全てを奪われないように、僕は僕の味方でいようよ。まだまだ長い道の途中、ちょっとくらい休憩したで、誰にも叱られはしないから。お聞きいただいたのは迷子でしおりでした。いやーなんかやっぱ聞いててさ、こうしおりを聞きながら運動だとさ、こう本当に自分のペースでできるというかさ、ゆったりとさできそうな感じがして、素晴らしい選曲だなって思ったね。いいよねやっぱり、こういう曲聴きながらちょっと負荷をかけすぎないっていうのは大事だよね、続ける上で。そうだね、いい曲だねやっぱり。それこそさ、その今の新生活のシーズンにも、確かにそうしおりはぴったりだからね。めちゃくちゃぴったりだと思う。みんなもだから無理しすぎずにね、新生活頑張っていこうねっていう意味でも聞いてほしいね。ぜひ、お願いします。はい、ということで迷子センターでは私たちと一緒に聴きたい迷子の楽曲のリクエストもお待ちしてます。あなたの迷子の推し曲教えてください。よろしくお願いします。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター、続いてはこちらのコーナーをお届けします。迷子の五七五。
このコーナーではあなたの迷えるエピソードを聞いて、その日のメンバーがそれぞれ考えた5文字7文字5文字の言葉であなたに送る一つのメッセージを作ります。はい、言葉は事前にすり合わせずぶっつけ本番でいきなり発表します。果たして今日はどんな五七五になるのでしょうか。それでは早速やってみましょう。1通目のお便りです。はい、お呼び出しネームチャイコフスキさんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さん、こんまいご。こんまいご。今僕が悩んでいることは、4月から新しく会社に入る後輩ちゃんへの接し方です。これまでの学生生活でいた後輩たちとは距離が近く、ほぼ友達みたいな接し方をしていたので、初めて会社での後輩ができるということで接し方に困っています。後輩の子は愛想もよくすごくしっかりしている子なのですが、こちらが勝手に緊張してしまいます。迷子の皆さん、どうか五七五で解決案をお願いしますといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。後輩との接し方ね、難しいよね。どうする五七五は。そっかそっか。一旦じゃあ、私5文字の方5の方やってオッケー。やってじゃあ間の7文字。そうだね。オッケーです。お願いしようかな。はい。後輩ちゃんへの接し方か。もうなんかそれさ、職場のそれこそね、雰囲気にもよるよね。そうだね。後輩ちゃんがどういう子なのかみたいな。どうしよう。待って7文字意外とむずいな。7文字難しいね。どうしようかな。よし。はい、書けました。書けましたか。はい。それでは発表いたしましょう。はい。迷子の五七五。今日チャイコフスキーさんに送る言葉はこちら。挨拶をお水をあげて。明るくね。なんかつながったか。つながってる。挨拶をして、お水をあげて明るくね。そうそう。飲み物これ飲んでください。そう。これどうみたいな。確かにいいんじゃない？優しい。めっちゃいいんじゃない？待って、でもようちゃんは、とりあえず挨拶とかをこう明るくしたら仲良くなれるんじゃないっていうことだよね。そうだよね。そう。思った。うちもそう思って書いた。そうだよね。でもなんかいいかも。なんか疲れてるかもしれないからってこうなんかね、ドリンクをおごってあげるみたいな。そうだね。でもなんかうちはなんかこう草木とかに水をあげるように優しく接してあげるんだぜみたいな。なるほどね。だけどでもお水をあげてって書いたから、本当に実際の飲み物をあげるっていう方にも捉えられる言い方だったから。はい。つながったかもしれないね。よくさ、こう会社でさ飲み物をさおごってあげるとかもさ、距離をこう近くなる一つの手なんじゃない？例えばこうコーヒー飲むみたいな、一息つけみたいなね。めっちゃいいし、ごめんね、またなんか恋愛に発展するんだけどさ。いいよ。そっからさ、なんか恋が芽生えたりとかしてさ、結婚みたいなったらさ、もう私拍手喝采なんだけど。いやそこから結婚までいったらなかなかすごいものだけどね。そうだよね。そうだよね。人生そんなに楽じゃないからね。いやでも意外とさ、やっぱさ、例えばこのチャイコフスキさんがさ、男性の方でさ、後輩が女性の方だったりするじゃない？でそれでさ、こう缶コーヒーをさお疲れって置かれたらさドキッてするかもしれんよ。確かにね。お疲れってやられたらね、いいね。いいと思う。いやだからやっぱりそうやって何かをさ、渡すっていうのはさ、やっぱこうね、行為をこう受け取る側も嬉しいと思うから。で、もしなんかね、ちょっとなんだろう、そっけない態度取られちゃったりすると、もうじゃあこれがダメだったんだ、やめとこうみたいになるかもしれないんですけど、本当に人それぞれあると思うんです。もう渡してもらえて、なんかね、その子がもしかしたら救われる気持ちになる可能性だってあるし、だからそこは絶対悪いことじゃないっていうのだけは本当に確かにあると思うので、
ね、どうにかいい方向に転ぶと嬉しいですね。そうだね、やっぱこう人のためを思って動けば何でも嬉しいですからね。ぜひぜひ後輩ちゃんと仲良くできますように。できますように、祈っております。祈ってます。はい、じゃあ次のお便りいきます。お呼び出しネーム竹林さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。迷子の皆さん、こんまいご。こんまいご。シンプルにダイエットが続きません。シンプルね。理由は僕が運動がすごく苦手な文化系男子だからだと思います。時間のかからず運動が苦手な僕でもできるダイエット法を教えてほしいですといただきました。ありがとうございます。お、なんか早いよ。なんかもうペンを手に取ったよ。どっちかだなと、私の中で。どっちかって何？やるかやらないかってこと？違う、どっちかを大切に、どっちも大切なんだけど、どっちを書こうかなって。なるほどね。でも文字的にこっちしかない。うわー、待ってそれを汲み取って書きたいところではあるがどうしようかな。ダイエットでしょ。で、時間もかからずにできるダイエット法を教えてほしいです。よし、じゃあみかんちゃんが書いてる間に喋ろうかな。でもダイエットってやらなきゃって切羽詰まってる時の方が実は本当に続かないことが多くて、ほんの少しの何かをきっかけに少しずつ頑張るってしていった方が、なんかね、鏡で見る自分がなんか少しずつ変わっていって続きやすくなるのかもしれないよね。そうだよね。やっぱ何事も継続は力なりですからね。なりですからね。なりですからね。書けそうです。書けましたか。じゃあはい行きましょうかね。迷子の五七五。今日竹林さんに送る言葉はこちら。とりあえず淡白絶対やってみよう。すごい、なんか私のを立ててくれて、いや、なんかすごい。もう最初と最後これしかないだろうって思ったけど、その淡白絶対っていうのはどういうことですか？もうタンパク質はね取った方がいいです。これそれはそうね。今も私の隣にはこのビーフジャーキーそうなの。朝からさ、しかもさ、何が可愛いってさ、ビーフジャーキーってさ手で食べるじゃない？それをさ、ティッシュをさティッシュでビーフジャーキーくるんでさ、一個ずつ食べててさ、可愛いかって思いながら見てたんよ。これもうね、タンパクは取らなくなったらすぐ体力につながるんですよ。そうなんだ。これ結構あって、糖質を取ると頭が働きやすくなるんで、逆になんか効率は良くなるんですけど、じゃあこれでいっぱい動けるって思うんですけど、でもタンパク取っている時の方がお腹にちゃんと力が入れられるし、もちろん筋トレはありきなんですけど、でもめちゃくちゃ筋トレやるっていうよりかは、とにかくちょっとお腹に力を入れた状態で歩くとか、それがしやすくなる。タンパクを取ってると。そうなんだ。そうだから、もう動くのめんどくさいって時はもうタンパクは絶対取っておいて、ちょっとお腹に力入れながらちょっと姿勢整えたりとか歩いたりするだけでも全然違います。やっぱこう筋肉の栄養になるのがタンパク質なんかね、一番ね。なんか強くなりやすいのかもね。みかんちゃんは？でもうちはとにかく歩く方かな。偉いね。そうだわ、みかんちゃんこの後じゃあちょっと時間があるから次のところまで歩いていくとか言って解散するケース多い。そうなのよ。なんか全然もう2駅3駅先ぐらいまですごいね。歩いたりとか。1駅でも大変だよ。いやでもね、なんか時々心折れるよ。そう、心折れて近くに駅ないかなって思うけど、なんか絶妙なとこいなかったらもう頑張るって思って1時間半とか散歩する。そっか。私みかんちゃんのこと隣で見ててさ、肌綺麗だしさ、顔がだしさ、可愛いしさ、でもやっぱそういう子ほど本当に努力してるんだなって。そんなことないよ。いや、マジそのままそっくりお返しするから。本当によ。そのままそっくり。そう、ファンのみんな思ってるから。ようちゃんもだろうがって。嘘。本当。いやありがとう、そんな風に言ってくれて。でも全然タンパク質やっぱ大事だからね。そうだね。タンパクと歩くのね、頑張っていきましょう。迷子の五七五ではあなたの迷えるエピソードを募集しています。もしかしたら迷子の五七五で迷子のあなたに思わぬ抜け道が見つかるかもしれません。あなたのメールお待ちしております。迷子のセンター。
後の迷子センター、今週もエンディングのお時間がやってきました。いっぱい喋ったね。なんかさ、全部の話題にさ、お互いがさ、もう3、4ラリーぐらいし合ってたからさなんかもうね、喋りやすいし、喋りたいこともいっぱいあるし、わかる。そう、いっぱいやっちゃいましたね。いやでもなんか特になんだけどさ、うち結構さ、こう天候とかさ、なんて言うんだろうな、こう気温とかにさ、気分が左右されやすいんだけど、やっぱ最近あったかくなってきたから、より元気。いやなんか前ももちろん元気よ。今までの迷子センターも全然元気なんだけど、今なんかこう春になってより今パワーがこう放出されてるからが放出されてる。そう、今いっぱい喋る時期来てるかもしれない。じゃあ春バージョンのね、みかんちゃんなんだ今。そう、春みかん。春みかん、美味しそう。なんか謎ワードを作り込んでしまいましたよ。じゃあその春みかんちゃんにちょっと影響されてか、私もね、ちょっと春ひなちゃんになっちゃいました。かわいい。春ひなちゃんかわいい。春ひなちゃんになっちゃいました。はい、ぜひ何度でも聞いていただけると嬉しいです。はい、ぜひぜひ。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。この動画の概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこから番組へのお便りを送ってください。迷子の YouTube チャンネルではオリジナル楽曲の MV やライブ映像を公開しています。私たちの音楽やトークがいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そしてお知らせです。迷子サードアルバム地平線が7月15日水曜日にリリースされます。数量限定生産特装版ブルーレイ付き生産限定版には、昨年12月に開催された迷子エースライブ思いの形が積もる時の映像が収録されます。皆さんぜひチェックしてくださいね。また5月9日に大阪、8月8日に埼玉にて迷子センター出張版第3弾今の継ぎはぎが開催されます。さらに7月18日19日にはピアアリーナ MM にて迷子ナインスライブが開催されます。どちらも詳細はバンドリ公式ホームページをご覧ください。さて、迷子センターいかがでしたか？今後も水曜夜7時に配信予定なのでお楽しみに。来週も迷子メンバーが皆さんのメッセージと一緒に番組をお届けします。番組の感想はハッシュタグ迷子集会をつけてどんどん投稿してください。今週のお相手は高松智理役の陽宮ひなと長崎そよ役小日向美香でした。それではまた来週。以上、迷子でした。